にちは、あまです。今回は JR 西日本マイテ49と旧型客車4両セットを開封整備していきます。同時購入したスユニ50も一緒に開封していきます。早速開封していきましょう。まず1両目のオハフ33から見てみます。つま面をチェック。はしごがある側のテールライトが点灯します。反対側のつま面のテールライトはダミーですね。次はオハ46です。屋根の色、雰囲気がオハフ33と異なります。中間車になるためテールライトはありません。もう1両のオハフ33です。1両目のオハフ33と乗降客扉が異なります。テールライトははしごがある側のみ点灯します。つま面は片側は床上パーツが丸見えで少し残念な仕様ですね。床下にはテールライトのオンオフスイッチがあります。そして今回の目玉、マイテ49です。屋根の色がオハフ、オハとまた異なっていて面白いですね。製品は JR 西日本仕様でデッキ柵が高く回収された姿となっています。旧製品と異なり今回はテールライトが点灯します。三軸台車の終電盤は全ての車軸から終電できる仕様です。窓から見える車内の様子からすると座席の色分けはされていませんね。テールライトを確認してみましょう。次はカプラーの交換を行います。付属のカプラーがナックルカプラーが2個、加藤カプラー N が1個。オハ46と連結する側はアーノルドカプラーのままということになります。どうせ交換するなら全部のカプラーを交換したいところですね。では付属のカプラーへと交換していきましょう。ビス止めされた台車を外します。アーノルドカプラーを外します。スプリングは外しません。ナックルカプラーを取り付けます。カプラーポケットに蓋をして交換完了です。台車をビス止めします。スナップ式ではないので少し手間ですね。ナックルカプラーはオハフ33のテールライト側に取り付けます。加藤カプラー N はマイテ49の中間側に取り付けます。マイテ49の台車はスナップ式なので簡単に外せます。アーノルドカプラーを外し、こちらはスプリングも外します。加藤カプラー N を取り付けて台車を戻して交換完了です。続いて中間側のカプラーを加藤カプラー N に交換します。こちらは交換用カプラーが付属ではないため別途用意が必要です。交換手順は同じです。アーノルドカプラーとスプリングを外します。カプラーポケットに加藤カプラー N を取り付けて交換完了です。一緒にスユニ50のカプラーも交換していきます。スユニ50にも加藤カプラー N を取り付けます。最後尾に来る場合を考慮してナックルカプラーに交換するのもありです。次は室内灯を組み込んでいきます。今回は加藤の純正品室内灯の電球色を使用します。まずスユニ50から組み込んでいきます。車端部から終電周を差し込んでいきます。
照明ユニットを組み込みます。終電周との接点に注意しましょう。照明板は過去にカットした端材をつなげて使用してみます。照明板の端材が溜まっているので有効活用できないか試します。多少照明の拡散力が落ちますが、窓が少ない荷物車なら使えそうです。今回はスユニ50には端材の照明板をこのまま使うことにします。端材照明板での照明拡散具合はこんな感じです。続いてオハフ33に室内灯を導入します。まずは終電周差し込み、照明ユニットを組み込みます。終電周との接点確保に注意しましょう。照明板は先端1ブロック分をカットして使用します。オハフ33は照明板は屋根に取り付けるタイプとなります。ボディを戻して点灯確認を行います。温かみのある電球色の照明がいい雰囲気ですよね。次はオハ46に組み込みます。まずは終電周を差し込みます。照明ユニットを組み込み、相変わらず終電周とずれやすいので注意。オハフ33と同様に照明板は屋根に固定するタイプです。マイテ49の分解は展望デッキの破損に注意しましょう。遮端部から終電周を差し込んでいきます。照明ユニットを組み込みます。マイテ49は照明板は床上パーツ上に固定のタイプです。加藤の車両は照明板を固定する箇所が車両ごとに異なる点に注意しましょう。ボディを戻して点灯を確認します。整備した車両をレイアウトに入線させました。スユニオハフマイテの編成としてみました。牽引はトワイライトカラーの EF65 です。まずは上点灯でテールライト、室内灯をチェック。では走行させてみましょう。
今回は可動性のマイテ49の吸脚セットとスユニ50の開封と整備を行いました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。